来たわね、ということで、ついにやってまいりました。開発チームアップデート2025年1月 PTB。今撮ってるの1月28日0時13分なんですけど、多分今日の深夜かな。だから29日の1時とかにアップデートが来るのかなということなので、内容が出たようでございます。PTB からの変更点だね。見ていきましょう。メインはフレディの実装かな。実装というか大型リワークか。じゃあ見ていきます。今回大幅なアップデートが実施されたナイトメアの特殊能力とパークですが、PTB の後に皆さんから寄せられたフィードバックを踏まえていくつか調整が入りましたと。ナイトメアの特殊能力を変更して、プレイヤーがドリームスネアとドリームパレットを切り替えて両方を利用できるようになった点は大変好評でした。また、ドリームスネアを発射できるようにした点も概ね好評で、能動的な攻撃手段が増えたことを喜んでいただけました。今回のリワークはなかなかの仕上がりでしたが、調整すべき点もまだいくつかあったため、ナイトメアの特殊能力やパーク、そして全体的なクオリティオブライフを向上するため、いくつかのアップデートを行いました。ライブゲームでこれらの変更が適用されれば、全体的なゲーム体験が向上すると期待しています。主にパレット周りだよね。パレットを使う意味が全然なかったから、うまいこと調整してほしいなと思ってましたけど、さあ何が変わるんでしょうか。 PTB からの変更点なんで、スネアが妨害の持続時間4秒から 4.5 秒に増加、クールダウンを5秒から7秒に増加。なるほど。当たった時の効果はちょっと増加する代わりに、クールダウンは伸ばすから、一生当て続けて一生鈍足みたいなことはなくなったと。でもこれぐらいがいい塩梅じゃないか。さすがにクールダウン短すぎたよな、5秒。アドオンつけたら5秒妨害で5秒後に打てたから、ちょっとおかしくねっていうタイミングだったんで、妥当っちゃ妥当でしょう。ドリームスネをチャージする際のアイズーンを改善。なるほど。開発チームのコメント。これらの調整は大きな変更ではなく、特にハイレベルのプレイでクオリティオブライフを向上させ、無駄な連打を減らすことを目的としています。クールダウンをわずかに増やすことで能力の使いやすさを損なうことなく無駄な連打を防ぐことができます。またそれを補うために妨害の持続時間をわずかに増加しました。無駄な連打を防ぐことができます。ちょっと言い方がよくわかんないけど、言わんとすることはわかる。はい。で、パレットがどうなったかよな。破裂範囲を3メートルから 3.5 メートルに増加。破裂が発動中のパレットは倒せない。フィードバックが多かった点の一つはドリームパレットの有用性とそれが即座に儀式に及ぼす効果に関するものでした。こういったご意見に対応するため破裂範囲を拡大しました。またドリームパレットを倒すことによって発動中の破裂をキャンセルすることもできなくしました。でもメインはやっぱスネアだろうね、こう見ると。ないよりはマシぐらいの能力だから。相変わらず一通板で通らざるを得ないとこ以外はわざわざサバイバーが通ることもないだろうって感じだと思うんで、どれが偽板か見分けがつくテクスチャのままだったらそんなに上手い人はわざわざ偽板のとこ通ってくれないかなっていう感じなので、でもないよりはあった方がいい能力だから、一通板とか潰せるっていう意味だと全然いい能力かな。基本はスネアで戦う感じでしょう。ドリームプロジェクション、ワープ能力だね。プロジェクションでボタンをリリースするとテレポートがキャンセルされる。お、テレポートキャンセルできるようにしたのマジ？ドリームプロジェクションがキャンセルされると完全なクールダウンに入る。ドリームプロジェクションをチャージ中、移動速度が 3.86 メートル毎秒に低下。テレポート先の近くに現れるナイトメアのオーラを表示して、テレポート後の位置の把握を援助する。殺人鬼のみ表示。なるほどね。フレディ側から見て自分がどこに飛ぼうとしてるのかがオーラで見えるってことだ。自分の行く先のオーラが。それは確かにありがたいな。ナイトメアがドリームワールドで治療中の生存者に対してドリームプロジェクトを発動するときに、特殊効果、視覚効果を追加。コメント。皆さんのはっきりしたご意見ご感想にお答えし、ワープのフェイントが再び可能になりました。しかしちょっとした注意点もあります。テレポートをキャンセルすると使用時と同じようにクールダウンが発生するので、それも考慮に入れる必要があります。またテレポートした後に位置を把握するのに役立つオーラやナイトメアが治療中の生存者にドリームプロジェクションを使用した時に発生する特殊効果も追加しましたと。いい塩梅に落ち着いたんじゃないか、これぐらいだったら。なんか PTB やっててちょくちょくあったのは、遠くの発電機にイタチとか入れに行こうとしてワープモーションに入った瞬間に目の前にサバイバー飛び出してきて、さよならって言いながらワープしちゃうみたいなのがよくあったんでチェイス中にめっちゃフェイント入れて発電機妨害とかはしづらくなったけど、大事な時にやべ飛びたくないわって思ってキャンセルできるのはいいことだと思うんで、クールタイム入るのは仕方ないかな。全然こんなもんでしょうと思います。移動能力ないよりはねあった方がいいと思うんで。目を覚ますアクション。気象アクションは治療アクションに優先される。
負傷した生存者が眠っている場合、起きている生存者はその生存者を治療せずに起こすことができる。これは大きな変更ではありませんが、これによって負傷した生存者を起こそうとするときに生じるフラストレーションが軽減されるでしょう。治療が優先されたり、されなかったりしてたのかな。だから寝てる人を起こしてから回復したいんだけど、なんかそのまま回復しちゃって飛んでこられるみたいなことがあったってことかな。これ一貫性を持たせますと。で、アドオンに関する変更。ナイトメアのアドオンの一部は若干調整されすぎたと判断されたため、小さな調整を加えました。縄跳び用の縄、0.5 秒に検証。すいません。効果を書いていただけますか？ PTB の縄跳び用の縄の効果何だったっけ？ちょっと見てくるわ。縄跳び用の縄は、生存者がドリームスネアに捕まった時の妨害ペナルティ効果1秒増加が 0.5 秒。デフォで 0.5 秒伸ばしたから、それに合わせるよってことか。ユニコーンのブロックは、パレット破壊の距離を1メートル増加するが、0.5 メートル伸ばしたから 0.5 メートルに減らすよと。まあ、組み込んだだけって感じだけど。なんかデフォで伸ばすんだったら、このアドオンそのままでもいいんじゃないって気がするけどね。そんなことないのかね。強すぎんのかな。はい。というわけで、ちょっと、まだ下にあるけど、ナイトメアだけざっくり見た感じ、今よりは確実に強くなるでしょう。で、スネアもちゃんと当てれば妨害効果時間伸びたんで、板グルで届くチーム増えるんじゃないかな。ただし連打はできなくなったから、ちゃんと当ててこうねと。で、ドリームパレットは相変わらず多分パレット見た時の見た目はバレそうっていうのは残念だけど仕方なさそうなので、強板とかね、サバイバーがそこを通るでしょうみたいなところの板は、ドリームパレット使っといてもいいんじゃないかなぐらいかな。それ以外は基本的にスネア構えとくだけでひたすらスネア打ってるのが強いと思う。やっぱクールタイム7秒に伸びたとはいえ、わざわざパレットに切り替えてパレットを置いてまたスネアに戻してスネア打ってみたいなのって結構忙しいんで、チェイス中は基本スネア構えとく感じになるでしょう。たまたま後半にパレットを置いてるところにサバイバーが行ってくれたらパレット爆発するかなみたいな、そんな感じかな。でワープもこんなもんでしょうっていう調整ないような気がするので、どんぐらいの強さになるかな。このスネアの使い勝手が多分強さの大部分を占めると思うんで、また評価はしばらく使い込んでみてって感じだと思いますけど、今よりは確実に良くなると思いますので、使うの楽しみではあるね。で、パークに関する変更ということで、目を覚ませ。PTB はすでに目を覚ませにいくつか変更が取り入れられていましたが、さらにこのパークに小さな調整を加えます。変更前、あなたは全ての発電機が通電すると脱出ゲートを見ることができる。脱出ゲートを開放している間、他の生存者はあなたのオーラを見ることができる。目を覚ませが発動中、脱出ゲートを開く速度が 50% 上昇する。これが今の効果だね。で、新規。あなたは全ての発電機が通電すると脱出ゲートを見ることができ、ゲート開放している間、他の生存者があなたのオーラを見ることができ、ここまで一緒。脱出ゲートを開く速度が生き残っている生存者1人につき 12.5% 上昇する。ってことは自分も入れてマックス4人生きてたら 50% 早くなるか。目を覚ませナーフってこと？はて。はて。一旦コメントを読もう。私たちはこのパークがより明確な独自性を持つようにしたいと考えました。以前の状態では利己的と利他的の中途半端な狭間にあるような感じでした。変更の目的はパークを使うプレイヤーがその効果を上げるため、より多くのチームメイトが生き残るように努めることで、ゲームの終局でより一層活躍できるようにすることでした。なるほどね。一人だけ隠密してコツコツ生き残って、ハッチ閉められた後に開けるパークみたいな感じになってたから、なんかそうじゃなくて、みんなと生き残ったらゲート早く開けれるよ的なパークにしたいってことか。いるこれ。だって4人生きてんだから早く開けれなくても開けれるでしょ、これ。人が少ない時ほどゲート早く開けれないと困るんだけど、3人4人生きてたら別に早く開けれる必要ないんだよな。というわけで、もともと別に使われてないパークだと思うんですけど、なんか死体蹴りされてますね、知らんところで。変更されてたのも知らなかったけど、知らんところで死体蹴りされてて草です。次、猛獣。また、猛獣の数値にも調整を加えました。以前の状態ではかけた時間に見合うメリットがないと多くのプレイヤーが感じていたため、効果の持続時間を増加しました。この変更により、より長い追跡でこのパークが役立つことが期待されます。変更前、渇望が発動すると猛獣が発動する。25秒間、ステインが消えて、120秒のクールダウンがある。猛獣くん、クールダウン120秒もあったんだっけ？何なんだこのパークマジで。血の渇望が発動すると猛獣が発動。
40秒間ステインが隠れた状態になる。猛獣には120秒のクールダウン。誰が使うねんこれ。ね。違う。そういうことじゃない。以前の状態ではかけた時間に見合うメリットがないと多くのプレイヤーが感じていた。これかけた時間に見合うメリットなのかな。いや、クールタイムなかったらまあ、ワンチャンね、使い方としては40秒ステインが消えるんだったら、提出してる間に、猛獣発動したらタゲ買いに行くみたいなのはまあなくはないと思うけど、でもこれ心音消えないんでしょ。ステインだけ消えても奇襲に使えないしな。なんでクールタイム120秒あるんでしょこれ。誰が使うのこのパーク。ちょっといい使い方思いついたら教えてくださいみんな。僕はちょっと思いつかないですね今のところ。で今回の開発チームアップデートは以上です。DVD に実装予定の変更を気に入っていただければ幸いです。というわけで、まあ、多分29日の1時とか、まあ、0時とかに来るんじゃないかなという思うアップデートで、まあ、基本的にはナイトメアの調整だけかな。で、まあ、なんか謎のパーク調整が2つありますが、ナイトメアくん新しくなるということで楽しみですね。で、もう間もなく、来週多分旧正月だから、まあ1週間以内ぐらいには、ブラッドムーンイベント来るんじゃないかな。去年1試合で4、50万 BP 稼げるとかいう、バグってんじゃないかぐらい美味しいイベントでしたが、なんと、イベントが始まってからイベントが終わるまでイベント用オファリングが一度も使えないという伝説のイベントでもありました。今年は果たしてイベントオファリングを使うことができるんでしょうか、我々は。というわけで、ナイトメアのアップデートと、ブラッドムーンイベントも楽しみにやっていこうと思います。はい。というわけで、今日の動画はこんなところで、また変更後のナイトメアくんとお会いしましょう。またねー。